ご視聴ありがとうございます。今回は以前このチャンネルでご紹介した建設途中のあの路面電車のご紹介です。着々と進む工事の今と前回からの変化を全部まとめてお届けします。来年3月の開業が揺らいでいる原因となった場所とは一体どこでしょうか。ここは JR 各線が乗り入れる宇都宮駅です。北関東最大の駅であるこの駅を起点に、ある鉄道路線の建設が進められています。それがこの路線、芳賀・宇都宮 LRT です。宇都宮市と芳賀町という2つの自治体の名前から取られた名称です。これは宇都宮駅の東口から駅東側にある住宅地や工業団地を経由する 14.6 キロの路線で、全部で19の停留場があります。来年3月の全線一括開業を目指し、現在工事が進められています。今回は前回の動画を撮影した10月下旬から今回の6月下旬までの8ヶ月の間に進んだ工事の様子と、この路線の未来を解説していきます。駅の東西にはペデストリアンデッキがありますが、こちら側は途中で仮囲いがされ、奥が見えなくなっています。東口には JR の在来線の留置線があり、その東側にバスターミナルなどがあります。ちなみに、留置線に留め置かれているこの車両は、3月のダイヤ改正で運用を失った205系600番台です。1編成しかない特別使用車を特集した動画もありますので、宇都宮つながりで見てくださいね。先ほどのカットにもありましたが、東口に伸びるペデストリアンデッキの先は仮囲いで塞がれており、その先で地上に降りたところにあるのが、LRT の起点、宇都宮駅東口停留場です。東口では駅前の再開発が進んでおり、奥に見えるホテルは再開発に伴って建てられたものです。商業施設なども建設されて活気が出ることが見込まれる東口から、軌道は90度カーブして、東へ伸びる大通りへと入っていきます。架線中は、柱ができているところと横方向のビームが伸びているところがそれぞれあり、まさに工事が進んでいる最中といった感じです。ここからだとよく見えませんが、後ろにある新幹線のホームからは、ここから伸びていく線路が見渡せます。90度カーブしたところの奥には、ダブルクロスポイントもありますね。軌道が大通りに出るのがこの場所です。左右の建物も再開発で建てられたので、建物は軌道時期を避ける位置に建てられています。一方、その奥では軌道の上をつなぐ橋も建設され、動線はしっかり確保されています。そしてここからおよそ3キロ余りにわたって、軌道はこの大通りの中央に敷かれています。先ほどの画像にもありましたが、軌道の敷設は結構な勢いで進んでいます。この道路はもともと6車線道路で、中央の2車線を削り、標準で幅 6.5 メートルある LRT の軌道を通すことになったのです。工事が始まればあっという間らしく、およそ8ヶ月でこの変貌ぶり、東口に乗り入れる場所にある看板には、7月29日には工事が終わるという内容の記載もあります。すでに架線中も設置されており、柱だけでなく架線を支える部分まで完成しており、この部分を開いて架線を張れば完成というワクワク感のあふれる状況です。そしてこの先にあるあの四角いものこそが最初の停留場、東宿号です。国内の路面電車では最大級となる全長 29.52 メートルの車両だけに屋根付きのホームは立派な作りです。橋はもちろんスロープになっており、バリアフリーに対応しています。この辺りではレールの敷設までは済んでおらず、一般の鉄道と同じ I 字型のレールが紺色のシートにくるまれて並べられています。一方、反対側の下り線のホームは影も形もありません。その理由は、ここから後ろを向くとわかります。交差点の部分はまだレールがなく、木の板で段差が埋められています。そして道路の向こうに続く線路の左側には、先ほど見たのと同じような空間が。よく見ると、屋根を支える土台が顔を覗かせています。併用軌道にある停留場は交差点を挟む位置にあり、ホームは互い違いになるように配置されているのです。そして停留場にはすべて屋根が付けられ、車椅子がホーム上ですれ違える幅も確保された、バリアフリー完全対応の設備です。軌道の横に安全地帯があるだけという停留場もある中、これは利用者にありがたい仕様ですね。下りホームの工事はまだ本格化していませんが、それは隣の停留場も同じです。前回の動画で、停留場から徒歩1分という立地をアピールしていたマンションは完成している一方、
停留場はまだ完成しておらず、ホームの基礎がむき出しになっています。ところで、先ほど交差点の手前に停車していた軽トラは、ホームの建設工事のために、あえて中央車線に止めているものです。交差点の手前には右折車線が1本あり、直進できる車線は2本ある一方、交差点の先でホームの建設に伴って車線が塞がれ、1車線しかないため、交差点内で車が詰まらないようにするための措置です。ホームを交差点の奥側に設置することで、手前に右折専用車線を設けることができます。ここから道路との関係性に注目しながら工事の様子をご紹介していきます。そしてこの先の陸橋では、もともと片側2車線だった道路を1車線に減らし、間に軌道を敷く工事が進んでいます。車線規制は複数の場所で行われているため、工事期間中のネックとなっています。また、この陸橋は開業後も1車線のままなので、交通渋滞が懸念されています。もともとあった陸橋に軌道を敷くとあって工事に時間がかかるらしく、奥の方ではレールを支えるブロックの設置が済んでいません。また、この陸橋はもともと LRT のことを考慮して設計したものではないため、LRT の車両は荷重や勾配などを考慮した設計になっています。陸橋を越えたところでは、1車線しかないことに伴う渋滞が発生中。レールを支える部材は辺りに積み上げられており、この先の交差点では、中央のアスファルトが剥がされずに残っており、宇都宮駅から離れるにつれて、工事が進捗していないことが伺えます。そしてこの辺りでは道路がもともと片側2車線しかなく、車線を減らして軌道を通すと間違いなく渋滞することから、道路の拡幅が同時に行われました。マンションを避けて拡幅したため、道路全体が右側に寄っています。この路線、当初は今年3月の開業を予定していたのですが、感染症の拡大に伴って用地取得に時間がかかったことから、1年遅れの来年3月開業となっていました。道路も絡む併用軌道だけあって、思い通りにはいかないことも多かったらしく、この辺りの区間は、駅前よりも完了時期が遅くなっています。一方、交差点の信号機は、電車用の信号が追加されたタイプに交換されています。実はこれ、駅前にある交差点から軒並みすでにこのタイプに交換されているのです。東口から続いていた併用軌道区間には全部で6つの停留場があります。ここがその最後であり、この併用軌道は間もなく終わりを迎えます。軌道が道路を出る場所にあるのが、そう、道路をまたぐ立体交差です。前回は基礎が部分的にあるだけだった立体交差はすでに橋桁も設置され、バラストを巻いてレールを敷けるようになっています。この辺りでは片側2車線は確保できず、駅方面へ向かう車線が2本から1本に減り、工事期間中は誘導員を置いての交通規制が行われました。ここが LRT としては珍しい立体交差になったのは、もともと交通量の多い道路をこれ以上渋滞させないためであり、工事期間中の交通規制の話は、この LRT 全体の今後に深く関わってくるものです。立体交差で道路から出た軌道は、S 字カーブを描いて南側にそれ、再び地上に戻ります。地上に降りるところには線路が部分的に敷かれており、LRT らしい急なカーブですが、路面電車というには違和感のある、そんな設備です。そして、遠くからでも見える架線柱があったこの場所が、専用軌道最初の停留場、平石停留場です。レールこそ敷かれていませんが、すでに線形とホームの位置もわかる状態になっており、二面4線の堂々たる陣容がわかります。ちなみにこの辺りのレールは、先ほどとは異なる溝付きレールです。8ヶ月前は整地途中の土地にショベルカーが居座っていましたが、8ヶ月の間にすっかり停留場らしくなってきました。この LRT には他の交通機関の乗り換え拠点となっている停留場が5つあり、この平石停留場もその一つ。もともと田んぼなどが広がっていたことを利用して、周辺には広大なスペースが確保されています。ただし、二面4線という破格の設備があるのは、乗り換え拠点としての役割があるからではありません。その答えは、この先にあります。軌道自体はここからほぼまっすぐ伸びて道路をくぐるのですが、その手前で右に折れていく軌道があります。その軌道は1本ではなく、2本あります。本線から急カーブで分岐するこの軌道の先にあるものこそ、この LRT で唯一の車両基地というわけです。この車両基地の敷地はおよそ4ヘクタール。そこにあるのは留置線だけではありません。
一番北側には変電所が設けられ、線路を挟んでハス向かいには本社機能を有する管理棟、そして南側には点検や修繕を行う研修庫、保線部門などが設けられます。なお、北側にある変電所は、路線にある他の3カ所の変電所を監視、制御する役割も担っているそうです。正門の周りは工事中ですが、この車両基地には、すでに車両が搬入されています。8ヶ月前は数えるほどでしたが、6月30日に最後の1編成が納入され、すでに17編成すべてが揃っています。この車両の愛称は、ライトライン。これは複数の案をベースに、宇都宮市と芳賀町の住民にアンケートを取って決めたもので、LRT、ライトレールトランジットの一部であることはもちろん、光、明るいといった意味もあり、ラインとの組み合わせにより、未来への光の道筋といったメッセージも込められています。そしてライトというのは、雷が多い宇都宮にちなんだ名称でもあり、雷の都と書いてライトというわけです。アンケート結果はこちら。ライトラインが圧倒的な一番人気だったようです。先頭部のカラーリングは車体側面のマークと同じで、エッジを効かせたカラーリングがかっこいいこの車両、形式名は HU300 型です。これは、芳賀と宇都宮の頭文字から一つずつ取り、300は3両連接車であることが由来です。全長 29.52 メートルは、路面電車が従う軌道法で認可される車両の長さ30メートルとほぼ同じであり、国内の路面電車では最長の部類にあります。車体幅の 2650mm、高さの 3625mm も同様ですが、将来的な法改正を前提に、両数を増やせる仕様となっています。研修庫の線路は長さ40メートルあり、留置線に止まっている編成の間隔もやや開いていることから、将来的な増結が念頭にあることがわかります。IC カード主体の運賃生産を行い、すべてのドアから乗降できるよう、2種類の IC カード読み取り機が設置されているほか、すべてのドアに半自動スイッチがあります。ワンマン運転を行うことと合わせ、低コストで運行できるように意図されています。また、車内はグレーを中心とした落ち着いた配色の中、イメージカラーの黄色が効果的に使われています。座席の幅は 450mm で、一般の鉄道車両に引けを取らない幅が確保されています。デザイン面に目が行きがちですが、速度は時速70キロまで出せるほか、勾配は 67% まで対応可能という、かなりの高性能車両です。これは序盤でご紹介した立体交差をはじめ、急勾配が路線内に点在していることが理由であり、同時に既存の陸橋などに負荷を与えないよう、車体重量もそれを考慮したものとなっています。そしてこれらの編成は、ただ留め置かれているだけではありません。車両基地の外の軌道が整備されていないので基地からは出られませんが、基地内にはすでに架線が張られており、走行試験も行われています。車両は出揃ったライトラインですが、路線にはまだまだ工事中の区間があり、工事の進み具合は区間によって大きくばらついています。前半で取り上げたのは、全長 14.6 キロの路線のうち、およそ 3.6 キロ。およそ4分の1程度でしかないのです。残る区間の様子と、そこに隠された来年3月予定となっている路線の開業に立ちはだかる問題は後編で解説します。ご視聴ありがとうございました。